チーズワールドへようこそ。僕のコペン GR スポーツに折りたたみの電動アシスト自転車であるアイッテの A1TS を搭載するべく、以前の動画でトランクボードを作成する様子をお届けしました。当初の予定ではこの上に直接自転車を乗せるつもりだったのですが、いろいろとこだわりを盛り込んでクオリティの高いものを目指した結果、愛着が湧いてしまってあまり傷つけたくないと感じたので、まずはこの上に敷くクッション材を作ることにしました。細かいところはアートナイフを併用しつつ、なんとか形にしていきました。最初から分かっていたことではあるのですが、このジョイントマットはトランクボードと同じ幅 600mm のサイズなので、一部がカバーできていません。クッション材なのでそのまま使うのもありかと思ったのですが、やはり気になるので不足分を継ぎ足すことにします。作業はホットボンドで端のパーツを接着して切り出すだけなので、特に難しくはありません。それにしても、材料のサイズ規格は悩ましいですね。コペンのトランクボードを DIY した際は、作成した型紙に対して、あと少し寸法が足りないか、中途半端なサイズの端材が大量に出てしまうかの2択を迫られました。とはいえ、実際には値段が全然違うので、予算で決める形になりますね。さて、接着が終わったので、形状を写し取って切り出していきます。サークルカッターの使い方としてあまり力をかけるのは好ましくないと思うのですが、意外と幅丈夫で最後までかけたりすることはありませんでした。トランクボードの上にジョイントマットを敷いていきます。もしかすると以前の動画を視聴されていない方の中には、トランクボードは不要なのではと思う方がいるかもしれませんが、コペンのトランクは奥側の底板に全く強度がないため、重量のある折りたたみの電動アシスト自転車を乗せるにあたって、トランクボードは必須になっています。いい感じですね。しっかりトランクボードの傷つきを防いでくれそうですし、縞交番のような模様の雰囲気も気に入りました。続いては、中途半端な角度でブラブラしているパーテーションの対策を行います。トランクに乗せる A1TS は、コペンのトランクに対してあまり余裕がないため、このままだと奥側に来る予定のタイヤと間違いなく干渉してしまい、泥や砂で毎回パーテーションが汚れてしまうと思います。そんな事態を避けるためにも、できれば奥側に畳んでおきたいところです。しかし、パーテーションを固定しようにも、この周辺には意外なほど利用できそうなものがありません。内装材とプラスチックのパネルに穴を開けてしまえばいくらでもやりようはあるのですが、今回は内装に傷をつけずに対応したいので、他の方法を考えます。唯一使えそうなのは、内装材を引っ掛けているフック状の出っ張りだけですね。こちらをしばらく眺めていたところ、良さそうなアイデアを思いつきました。まずはビニール紐を使って、アイデアが実際に使えそうかを検証していきます。フックはあくまで内装材を引っ掛けるためのものなので、利用するにしてもかなり制約が多そうです。左側も同じように引っ掛けていきます。紐の真ん中を下から回して中心のフックに固定します。この方法で一応パーテーションを固定することができました。とはいえ、ビニール紐の工作ではあまりにもかっこ悪いので、もう少し見栄えのいいものにしていきたいと思います。まずはビニール紐を外してフックに引っ掛けてある内装材を取り外します。ここで中心のフックだけが他とは異なる形状になっていることが分かりました。続いて計測した情報をもとに型紙を作っていきます。何度か修正することになりそうですが、まずはこんな感じですね。早速フックに引っ掛けてみました。これで内装材を戻せば、内装を全く傷つけることなく、パーテーションの固定ベルトを設置できそうです。方向性は良さそうですが、取り付け後の遊びが少し大きめだったので、余裕をギリギリまで削ったバージョン2を作成しました。さらに全体的なサイズ調整を行った
バージョン3を作成していきます。取り付けてみて問題ないことを確認できたので、ここからは型紙をスキャナーで取り込み、Adobe のイラストレーターで最終的な形にしていきます。最終的にこのような型紙が出来上がりました。ちなみに使用するのは左側の3つになります。型紙に両面テープを貼り付けていきます。こちらを使って切り出していく材料には、ポリプロピレンのシートを選定しました。設置場所の制約に加え、強度と柔軟性を考慮して、こちらがベストだと判断しました。型紙に沿って順次切り出していきます。まずは中心のフックに引っ掛けるシートを切り出しました。この1箇所だけ、他の2箇所とは穴の形状が違います。この状態でもいいのですが、なんとなく角を落としておくことにしました。これで切り出しは終了です。型紙を剥がしていきます。取り付けてしまうとほとんど見えなくなるパーツですが、いい感じに作れたと思います。続いては、パーテーションを固定するにあたって購入したパーツ類を紹介します。まずはナイロンベルトになります。こちらは十分な長さのベルトとアジャスターなどの取り付けパーツがセットになったものです。ナイロンベルトの固定にはこれらのパーツが必須になるので、最初から付いているのはいいですね。ナイロンベルトの幅は 25mm を選びました。今回の作業ではこんなに必要はありませんが、今後の DIY やガレージの片付けでも活躍の機会があると思います。ちなみに、端が釘で留められていたので、怪我をしないように注意が必要ですね。次は、リペア用のバックルになります。これは、カバンやバッグにもともと付いているバックルが壊れた際の交換用として売られているものになります。縫い付けられたベルトに付いているバックルを変えられるように、ネジでバーを外せるようになっているのが特徴で、今回の DIY ではこの構造が必須になります。続いては、角管と呼ばれるクラフトパーツになります。レザークラフトなどで使われるパーツで、これはネジ式のものになります。先ほどの交換用バックルと同じように、ネジでバーを外すことが可能です。続いてはグランドフックになります。コペンの内装にジャストフィットするものを探し回った結果、最終的にアサノの1470という型番のフックを選定しました。プレートの大きさやネジ穴の径が理想的で、コペンのトランクにボルトオンで取り付けることが可能です。次はレバーナスカンと呼ばれるパーツになります。こちらは先ほどのグランドフックと組み合わせて使用します。このような形ですね。最後は2締めベルトになります。自転車の固定箇所にこちらを回し、レバーナスカンに通して使います。ワンタッチでベルトを固定できますし、保持力も高いので、最終的にベルトを締め上げて自転車をしっかり固定したいと思います。それでは取り付けを行っていきます。まずはポリプロピレンのシートに曲げ癖をつけていきます。こんな感じですね。あくまで二つ折りにしないところがこだわりです。続いて、こちらをフックに取り付けていきます。3箇所とも取り付けたら内装材を戻していきます。
ここまでは想像通りの出来栄えですね。この後はベルト関連のパーツを取り付けていきます。まずはアジャスターを取り付けますが、これはポリプロピレンのシートをしっかりと固定する目的になります。穴の寸法をギリギリまで詰めているので、これをつけるとフックから不意に外れることがなくなります。続いて左右の2箇所には角管を取り付けます。こちらにもアジャスターを取り付けます。センターのパーツにはリペアバックルのパーツを取り付けます。左側と同様にこちらにもパーツを取り付けていきます。しっかりと固定することができました。続いてはこちらにナイロンベルトを取り付けていきます。ベルトのズレ防止と端が遊ばないようにする目的で片側に2個ずつアジャスターを使用します。ベルトの中心にはリペアバックルのパーツを取り付けます。最後に右側のベルトを取り付けます。パーテーションの固定ベルトが完成しました。個人的にはなかなかのクオリティで作ることができたと思います。ベルトをきつく貼ればもう少しパーテーションを奥に寄せることもできますが、元のブラブラしたままの状態と比べてトランク内がだいぶ広く感じられるようになりました。ここでパーテーションの動作を確認してみたところ、特に干渉することはなく、ルーフの開閉に影響しそうな要素もありませんでした。続いてグランドフックを取り付けていきます。この部分はプラスチックパーツに円弧状のへこみがあるのですが、選定した浅野の1470というフックであればここにぴったりと収まります。反対側にも取り付けていきます。ちなみにコペンに取り付けるグランドフックの情報はどこにもなかったので、こちらに行き着くまでが実は結構大変でした。同じカスタムをされたい方は参考にしていただければ幸いです。それではトランクに積み込むために自転車を折りたたんでいきます。まずは各部を保護するクッションなどを準備していきます。自転車を折りたたむ際は作業手順を確立しないと作業効率が悪くて無駄に時間がかかりますし、適当に折りたたむと干渉して傷がついてしまう箇所もあるなど、意外と神経質な面があります。これは車種ごとに異なるものですが、僕はこの時点で20回くらい折りたたみと展開を練習して、ようやく自分なりの作業手順が確立されてきました。まずは左側のペダルを折りたたんで後ろに回してから、ベルクロ付きのゴムバンドで留めます。この時点で右側のペダルも畳んでおきます。続いてサドルを下げていきます。次にフレームを折りたたむのですが、この時ハンドルの向きを変えず、フレームに対してタイヤを180度回している点に注目してください。要するにフロントタイヤを進行方向に向けたまま折りたたむ形となりますが、この技を使わないとハンドルが中折れ式になって折りたたみサイズが大きくなるため、コペンに積むことができなくなってしまいます。メーカーの公式画像では実物と異なる外折れ式のハンドルがついた状態での幅を掲載しているのですが、こういうところがいかにも中国メーカーだなと感じてしまいます。さて、自転車を2つ折りにしたら間にクッション材を挟みます。これを入れることで右のフロントサスペンションが干渉してフレームに傷がつくのを防ぎます。次に車サイズに下側になるホイールの袋ナットを干渉剤でカバーします。これをすることで荷重を分散してトランクボードにダメージが入るのを防ぐとともに、グリップを良くして積み込んだ自転車が安定するようにします。続いてリアキャリアも干渉剤でカバーしていきます。こちらもグリップを良くして自転車を安定させるためのものになります。
次にハンドルを外側に折っていくのですが、そのままだと泥よけのパーツと干渉してハンドルポストに傷がつくため、間にクッション材を入れて保護します。以上で折りたたみは終了です。今後も作業はブラッシュアップされていくと思いますが、現時点ではこれがベストですね。それではいよいよ積み込みを行います。一旦トランクの底面にタイヤがついたら、一気に横に倒してタイヤを奥に入れていくイメージです。グランドフックにレバーナス管を取り付けます。続いて、にじめベルトでセンタースタンドを固定します。この状態で、サドルがトランク手前側のパネルに接していることを確認します。左側のグランドフックにもレバーナス管を取り付けます。にじめベルトをキャリアに回していきます。この時、ベルトを十分に締め上げてしっかりと固定します。こうすることで自転車がグランドフックとサドルの3点支持になるため、手で動かしたくらいではびくともしない強固な固定となります。これなら走行中の段差やカーブでも安心して運搬することができると思います。無事にコペンのトランクに折りたたみ電動アシスト自転車を乗せることができました。トランクボードを作成したり、パーテーションの固定ベルトを作ったりと回り道もしましたが、結果的に最高の準備を整えることができました。それでは今回の動画は以上となります。次の動画ではいよいよコペンに自転車を積んで6輪生活コンセプトを体験したいと思いますので、高評価やチャンネル登録で応援してもらえるととても嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。